どうもベルです。今回は、ドゥームセイロ、近況報告を、していきたいなと思います。ちょっと今回いろいろと、報告したいなっていうことがあって、今回それ一本で、動画撮ってるんですけども、まずは、今日までやっていた、ハロウィンのスキーイベントですね。こちら無事に、トップ10に入って、シェルタースキーを、獲得することができました。今回ほんとかなりの激戦で、日曜の朝のボーダーは、1万5000くらいだったんですけど、もう最後めちゃめちゃ伸びて、最後30分はもうなんかみんなポイント伸ばしてるみたいな状態で、スキーイベントって、もうみんなラストに動くんですよ。なので、そのみんなが動くことと、なおかつ、イベントアイテムを使う時間を考慮してやっていかないといけないので、結構大変なのかなと思います。今回、伸び率的に、ボーダー、スキンが取れるボーダーが、22,000か、23,000くらいかな、と、そのあたり落ち着いてくれたら、嬉しいなと希望的観測してたんですけど、ちょっと明らかに狙ってる人が多かったので、途中でもう覚悟を決めて、3万でも4万でも、やろうともできるような状態にはして、やった感じですね。一応今回最後1パックは保険で無駄にはなっちゃったんですけど、そこまで買いすぎることなく、シェルタースキン取ることができたので、非常に良かったのかなと思います。で、今回私含めて3人 AXE メンバーがトップ10に入ることができました。非常に良かったのかなと思ってて、で、今回はそれで、ちょっと記念撮影をしてます。朝とかだともうみんな舞台いて、この周りに集まってたんですけど、ちょっと今撮影してるのがお昼なので、ちょっと舞台はいないんですけど、メインはスキンですね。いや、これ結構映えません？ハロウィン終わってるんで、そこはちょっとあれなんですけど、なんかそれ抜きにしても、結構中二心くすぐられるなと思ってます。ポンペイのこの世界4位から10位の、記念の銅像を置いて、その後ろにハロウィンスキン、3つ置けるっていうのは、多分世界でもほぼないと思うので、非常に良いのかなと思ってます。で、一応ポンペイなんですけども、今シーズンは今、世界で18位ですね。まだまだ始まったばかりなので、どうなるかわかんないんですけども、上位行けたら嬉しいなと思う一方、なんかそのために、なんかメンバーガチガチにして、あの、したりしちゃうと、そうすると、それはそれでみんな楽しめなくなっちゃうので、これまで通り、ある程度メンバー入れ替えしつつ、ポンペイの方やっていけたらなと思ってます。で、この話はこれくらいにしておいて、もう一つ、ちょっとご報告したいことがあって、並走の話になるんですけども、えっちょっと類の並走ですね。こちらなんですけども、とんでもない製造ステータスがついちゃいました。このオプティックカモネットについてる、やつなんですけども、もう最強ステータスの、部隊ダメージがつきました。このゲーム、詳しい人ほど、この驚きって強いかなと思うんですけど、これって製造ステータスの中で、もう、ダントツぶっちぎりで、優秀なのって、部隊ダメージと部隊ダメージ軽減なんですよ。もちろん5つ星でアンロックされる、固有スキルは別なんですけど、もうそれ抜いたら、圧倒的に、部隊ダメージと部隊ダメージ軽減が優秀なので。で、ただ、この、部隊ダメージと部隊ダメージ軽減って、装置にしかつかないんですよ。で、しかも、この部隊ダメージと部隊ダメージ軽減って、もうめちゃめちゃ出る確率低くて、装置のステータス厳選も、ガチガチにやったことある方ならわかると思うんですけども、これ本当につかないじゃないですか。30個以上製造ステータスあって、でその中でも、結構つきやすいステータスとか、あとはつきづらいステータスってあって、でもその中でも、豚ダメージと豚ダメージ軽減って、体感でもう80分の1とか、もう100分の1とか、もうそれくらいの確率なんですよね。ただ、運よくついても、こんな感じで1.3%とか。それでもめちゃめちゃ効果大きいんで、つけてるんですけども、その中でも、最高の、赤色の5%つくことができたので、もう非常に嬉しいですね。大体赤色の製造ステータスがつく確率って、100回か200回くらいやって、なんか1個つけばいいかなくらいのやつなんですけど、その赤色の舞台ダメージって、もうえげつないんですよ。これほんと引こうと思って製造チップ買いまくっても、100万200万かかって、一つ出るか出ないかぐらいのものなので、多分これ日本で持ってる方って、
一人か二人だと思いますし、世界的に見ても、多分これ本当10人持ってればいいレベルのものなので、一応今回秘密の武器庫、特に更新の厳選なしで、250回開封報酬取って、射撃のボトムを、星2から星2.5にするためにやったんですけども、一応その時の副産物の、製造チップを使ったら出た感じになるんですけども、なんでこれ私録画してないんですかね。確かに秘密の武器庫250個開けても、1回しかスーパー大学ボーナス来なかったですし、選べるやつですね。でしかも上位兵数1個も引けなかったので、その秘密の武器庫としての取れ高はもうゼロなんで、そこはいいんですよ。ただ、どうして、過去最大の取れ高があったのに、録画してないのか。ちょっとそこだけが本当に悔やまれるなと思ってます。もちろん録画してなかったから出たっていう捉え方もできると思うんですけど、ちょっとね、ほんと残念だったなと思ってます。ただ本当、人間驚きと嬉しさが、限界超えると、もう声出なくて、ほんと現実か疑うんですよね。ほんと私最初出た時も声出なくて、もう一回これ夢じゃないかと思って、もう朝顔洗ったのに関わらず、もう一回顔洗いに行って、ヤッホーイって感じだったので、ちょっとね、だらだら喋りすぎてるので、このあたりにしたいんですけども、とにもかくにも、ハロウィンのシェルタースキンと、あと並走の装置が合わさって、かなり射撃ラリー強化できたかなと思うので、あと今週から、私の150サーバー、155サーバーですね。で、そこで、ジョニーとチュンが実装来るので、実戦等にはまだ先になってしまうと思うんですけども、非常に楽しみなのかなと思います。それらも入手して、いろいろと強化していきつつ、闇の封鎖だったり、あとは今度実装される初頭レイドですね。そちらでも、バンバン戦っていこうと思ってますというところで、今回の動画はこの辺りで、締めたいなと思います。はい。では最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。